ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日韓関係に一つ動きがありました。それは、徴用工問題に対してどのように対処していくか、韓国側で少し動きがあったのです。この問題は常に韓国側が終わった話を蒸し返し、日本側に対していつまでも謝罪やもしくはお金をせびるといった行為が続けられてきました。今回韓国側で動きがあったのですが、これまでと同じように韓国側の意見にはいつでも手のひら返しが起こるかもしれないし、また本来であればもう終わった話を何度となく日本側を巻き込もうとしてくる、そのような基本姿勢が常に危険性として存在することを意識して事態の推移を注意深く見ていく必要があります。それでは今回韓国側でどのような動きがあったか早速ニュースを見ていきます。まずは日本側の報道、日経新聞より韓国政府元徴用工で解決案公表、財団が賠償肩代わり。韓国政府は12日、日韓関係悪化の原因となっている元徴用工問題をめぐって公開討論会を開いた。元徴用工を支援する政府傘下の財団が賠償を肩代わりする方策を有力案として公表した。日本との外交対立を避けながら保証を進める解決策の検討作業が最終段階に入った。さて、最初の問題点は、本来であれば賠償を行う主体は韓国政府でなければなりません。なぜならば、日本政府は韓国政府との間で話し合いを行って、この問題がすでに解決したことを確認しています。その際にお金も韓国側に渡っており、韓国政府はその受け取った日本のお金を韓国国内で問題解決のために使わなければならなかったのです。これが本来のそもそも論です。そのお金を韓国政府が韓国国内で政府のために勝手に使ってしまったために、その後お金を受け取れなかった人たちが結局のところ日本は何もしなかったというような明らかに間違った歴史観を持ち、それをさらに政府が助長して反日教育をしてしまうという負の連鎖が発生しているわけです。そういったそもそも論で間違った話の積み重ねの上で、韓国の裁判所が終わった話を蒸し返して、やっぱり日本政府や日本企業に賠償させるんだみたいな動きを少しでも見せたから、問題がここまでずるずると続いてきてしまっているわけです。討論会は韓国外務省などが主催し、日韓関係に詳しい大学教授やメディア、経済団体の関係者らが参加した。韓国外務省のアジア太平洋局長が対日交渉の経緯や検討中の有力案を説明した。同問題は韓国最高裁が2018年、当時新日鉄住金の日本製鉄と三菱重工業に元徴用工への賠償を命じたことに端を発する。日本側は賠償問題は1965年の日韓請求権協定で解決済みとの立場で判決を受け入れていない。原告は日本企業の資産を現金化し、判決を履行させる手続きを進めている。現金化が実行されれば、日本企業に実害が生じ、日韓の外交対立が一層先鋭化する懸念がある。韓国政府の有力案は公益法人、日程共生動員被害者支援財団を活用。日本企業の代わりに財団が賠償する。韓国企業から寄付を募り、補償の原資にする。記事の中では韓国企業から財団に対する募金を集めようという話になっているわけですが、この話、いつ日本企業や日本政府、日本人に対する寄付を求める動きへと発展するか、非常に注意深く見ておかなければなりません。討論会で韓国外務省のアジア太平洋局長は、日本がすでに表明している痛切な謝罪と反省を誠実に継承することが重要だと表明した。発言者からは、日本側が賠償や謝罪に加わる姿勢を示さないまま解決策をまとめようとする韓国政府を批判する意見が出た。一部の支援団体は討論会を欠席した。観覧者が大声で反発し、騒然とする場面もあった。韓国のユン大統領は2022年8月の記者会見で、日本との外交対立を避けて保証をする方針を明示した。同年11月に岸田首相と正式な首脳会談を開き、早期解決を目指す方針で一致した。韓国政府は解決策の正式決定と原告への賠償を急ぐ構えだ。原告が賠償を受け取らない場合、財団は賠償金を裁判所に供託できる。裁判所が認めれば、日本企業の資産の現金化は回避されるが、原告の納得がないまま
強引に進めればユン政権への反発が強まる可能性がある。さて、韓国側ではどのように報じられているか連合ニュースから少し引用しましょう。土星飛び交った徴用問題の討論会。売国度と反発も。日本による植民地時代の徴用問題をめぐり、12日に韓国政府が開いた公開討論会は、会場から土星や抗議の声が上がり、騒然とした雰囲気の中で行われた。議事進行の具合などは日経新聞とほとんど同じなのですが、どのような声が上がっていたか具体的に書いています。被害者側が求めてきた日本の被告企業の資金拠出や日本企業と政府の謝罪などが韓国政府の解決案に含まれておらず、会場からは激しい反発が起きた。高麗大のパク教授の発言から会場がざわめき始めた。パク教授は韓国政府の説得にもかかわらず日本の反応がなかったとして、もはや日本の謝罪や基金への参加などに期待を持ってはならないと発言。会場からは売国度との大声が飛び交った。今回の話、注意しなければならないのは、韓国政府の用意した案の中には、日本政府や日本企業に対する追加の謝罪要求やもしくは追加の賠償要求といったものが含まれていません。だからといって、これで良くなったなと思うのは、これは早とちりというものです。あくまでもこれは途中経過に過ぎません。最終的な解決案として政府案が確定するまでは時間がありますから、これはあくまでも今のところはそうなんだなぐらいの気持ちで見ておかなければなりません。韓国側がこのようにして日韓関係の改善に動こうとしている理由というのは何といっても国際情勢の悪化を無視することはできません。北朝鮮の動きも不穏ですし、ここ最近北朝鮮から入ってきた無人機は大統領官邸をおそらくは光学カメラで捉えるほどまで侵入してきました。韓国の首都ソウルは昔からそうなのですが、北朝鮮からの榴弾砲の射程範囲内であり、しかも無人機で観測射撃ができるよということが今回改めて示されたことで危機感も高まっているわけです。しかも今は中国との関係においても、中国国内における韓国ビジネスは今排斥運動の受けているところで少しずつビジネスシェアも下がっています。外交上においても全く中国との関係も良好とは言えません。さらに輸出産業の柱であるサムスンの半導体はシリコンサイクルの今は不景気の波に飲み込まれようとしているところで、これから先もさらに暗雲が垂れ込めているかもしれないという状況です。しかもユン政権それ自体は国民からの支持率も安定せず低空飛行を続けています。さらに韓国国内においてもユン政権を支える政党は国会において優勢な立場を確保することができていません。とにかく様々なところで問題点があって、少しでも日韓関係を良くしておいた方がいいなと思えるような状況が国内においても国外においても経済的においても今のユン大統領には動機があるわけです。だからこそ注意しなければならないのは、岸田政権がそのような形で韓国側が動いた時に安易にこの話に乗ってはいけないということです。最終的な案が固まった時に少しでも日本側に追加の謝罪要求であるとか追加の賠償金を求めるようなそのような動きがあるのであれば、そこにははっきりと注文をつけなければなりません。そうでなければ結局のところ、安倍政権や菅政権で行ってきた問題解決しなければならないのは韓国側の話だって日本側ではないというこの基本原則を歪めてしまうからです。しかも、さらに気をつけなければならないのは、韓国側の外交は政権が変わるたびに前の政権が行ったことをあっさりと全てなかったことにしてしまうという信頼性が非常に低い政府です。その点においても安易な妥協というものが全く無意味になってしまうことを意味しており、岸田政権が安易な外交点稼ぎに走ってしまうのが非常に危険なのです。今回韓国国内においては政府に対する批判の声があり、少しまともな案にはなってきているわけですが、今後どこまでこのような案を維持できるかというのは継続して見ていかなければなりません。ましてや、日韓関係に問題なのは別にこの話ではないということも忘れてはなりません。韓国国内においては反日教育がずっと継続的に行われ、しかもさらに年々ひどくなっている問題や、竹島に対する軍事占領、ここ最近では韓国軍によるレーダー照射事件、さらには様々な反日教育の結果として、対馬を韓国領だと言い張るような人物が地方議会でちらほら出てきてしまっているなど、本当に問題がたくさんある国です。岸田政権はとにかく
韓国政府の行うことについては全て厳しくチェックして安易な妥協は絶対ダメだというこの基本方針を安倍政権、菅政権から引き継いで今後も継続してほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。韓国国内において少しはマシな動きが出てきました。しかしこれが本当に最後までうまくいくかどうかというのはかなり疑問です。それだけ韓国政府のやってきた行いは罪深いものだと言えるでしょう。政府間の信頼が裏切られているというこの現状を韓国はもっと真面目に考えてほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメント、書き込みによろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。